ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのボロスハツカネズミを紹介したいと思います。昨日挙げたトカゲと同じく、ブルームバローではハツカネズミもフィーチャーされていて、構築レベルでしっかりと強いアーキタイプですね。サマライキにハツカネズミロードのメイブルが登場していて、サマラ33という標準的なスタッツではあるのですが、場に出た時におまけで伝説の装備品を生成するので、即除去された場合でも最低限の仕事をしてくれるのが魅力のカードになっています。さらに2マナイキにもハツカネズミロードの冒険予備が登場していて、ロードといえば2マナ22が多いのですが、こちらは23とやや大きく、さらにハツカネズミが出るために戦術ができるというおまけもついていて、マナフラットを避けたいアグロ的にはありがたい能力ですね。多様なネズミは戦闘の開始時に二段攻撃やトランプルを付与することができるので、ロードと組み合わせるとかなり高い打点を繰り出してくれます。さらに申請コストも支払うことができるので、ゲーム終盤に引いても強いのが魅力のカードですね。また、オキビシンの挑戦者は2マナ22速攻果敢というアグロデッキにはたまらないスペックで、ハツカネズミを抜きにしても単純に赤タンやグルールでも活躍が見込める1枚になっています。さらに呪文や能力の対象になるとライブラリートップをプレイすることができるので、アグロになりがちな息切れを防いでくれる役割も持っていますね。ヒゲダニの先書きは4マナ34というスタッツではあるのですが、呪文や能力の対象になるとライブラリートップ5枚から3マナ以下の生物を出すことができ、能力の対象を取りやすいこのデッキにおいては、生き残るととんでもない働きをしてくれるカードになっています。その他1マナ域のハツカネズミなども強力で、新たに出てきた部族デッキとしてはトカゲアグロとともに強力なアーキタイプになっていますね。はい。ということで今回もアーリーアクセスで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。これは白マナがないのでさすがに、キープはできないですね。はい。こちらキープしていきましょう。しっかりと1ターン目から動いていけるということで、アグロとしては、いいスタートは切れるのではないかなと。ただ後手ということで、それがどう影響してくるかですね。さあ相手は、清掃人の才能。食物デッキですかね。ということでまずは、進化の英雄から出していきましょう。呪文や能力の対象に取るたびに、プライチカウンターが乗って、で、死んだ時にパワー分のダメージを、飛ばすことができるカードですね。さあ、相手2ターン目構えてくる。これはおそらく除去構えなんですが、打たせていくしかないですね。さあ、挑戦者を出していく。おそらくこっちに除去を打ってくるでしょう。とりあえず、3点アタックしてみますが、そっちに切り崩し切り崩しを2枚持っていない。なるほど。生き残ると厄介なクリーチャーではあるんですが、ただ1マナクリーチャーの方に打ってきてくれたのは、テンポ的にはややありがたい感じはあるかなと。さあ相手は、マナクリーチャーですね。ただ、ちょっと土地が多めのため、挑戦者の能力も使っていきたい感じはありますが、一旦殴ってみますかね。一旦殴ってみて、さすがにブロックはしないとは思いますが、ブロックした場合は、巨海の怒りを打っていく形でいいかなと。とりあえず殴ってみましょう。はい。さすがにスルーですね。で、スルーされているので、一旦ここはね、救済者を出していくと。救済者は、死んだ時にリアニメート能力がついているカードですね。ハツカネズミではないんですけど、ロードとかをリアニメートできるということで、アグロデッキとか、2マナ以下のクリーチャーが多い、ミッドレンジデッキなんかで、採用されるのではないかなというカードですね。さあ、相手、ペインランドから2点を食らって、同士。出た時と死亡した時に、食物トークンを生成。このクリーチャーも、アンコモンとしてはね、結構強いですよね。1枚で、トークンを2つ生成することができるので、トークンをうまく使うデッキであれば、なかなか強力なカードではあるかなと。さあ、ここ討伐。討伐使う人多いですね。多分、新カードだからっていうのはあるとは思うんですが、確定除去とはいえね、ソーサリーなんで、多分、
新シーズン始まったらね、そんなに使われることはないカードではありますね。さあ、ということで、ロードを出して、殴っていきましょう。まあ、冒険予備は、20日ネズミロードではあるんですけど、まあ、鳥のロードでもあるということで、救済者もでかくなっていきますね。で、こうなると救済者も、まあ、無視できないクリーチャーということで除去する必要があるんですが、まあ、除去ると、墓地から、クリーチャーをリアニメートすることができると。さあ、レベル2に上げていく。まあ、巨海の怒りもあるため、次のターンに分かっていそうな感じではありますが、このターンに除去を打てるかどうかですね。まあ、除去を打たれたとしても、大体勝ってそうな感じはある。さあ、そのままターンを渡してくる。さすがに、いってそうではあるが、まあ、ただ投了してないんで、何かがあるのかどうかですね。さあ、巨大の怒りを打っていく。まあ、何もないと。じじ。さあ、やっていきます。こちら先手。これはまあ、割といいハンドですね。進化の英雄から入って、で、まあ、ロードと、繋いでいくことができるハンドですね。最低ハンデスデッキ。ハンデスデッキもね、やたら多いですね。これどうするかな。まあ、2ターン目のロードを捨てて、まあ、後々救済者で拾うっていう手もありますが、どうだろうね。まあ、相手多分、手札破壊デッキだと思うんで、まあ、できれば、アドを取っていけるカードをね、残しておいた方がいい気はしますね。ただ、まあ、2枚目のメーブルを引いたということで、メーブルを捨てた方が良かったという結果ではありますね。さあ、相手黒タンっていう札破壊ですかね。まあ、一旦、救済者から、出していきそうかなと。救済者、まあ3-1飛行ではあるんですが、無視できないクロックかつ、除去を打ってもロードがリアニメートしてくると。なんかこういうデッキに対しては相当いやらしいクリーチャーですよね。相手売らないし、まあ飛んでるボブですね。さて、まあメーブル出すしかないんですが、一旦、まあ救済者だけ殴ってみましょう。はい。さあ3点取って残り15点。まあ4マナ目が欲しい、ハンドではありますね。相手は鏡に願いようで、4点ライフルーズ。4点は結構痛いですが、さあ相手即打ってくることもできますが、どうでしょうね。ただここは調査員。まあ調査員は、はい。まあ伝説クリーチャーのメーブルを捨てていきましょう。さあ残り11点。そして4マナ目を引いてくる。まあこれは多様なネズミを、申請コストで払っていきましょう。さあこいつ2体出まして、ターンの開始時に、まあ2体2段攻撃をつけることができますね。まあメーブルと、進化の英雄に2段攻撃をつけることによって、まあ33の2段攻撃が、2体という状況になっていきますね。いや、これがね、多様なネズミの強さなんですよね。スノーサイズは、1、2ではあるんですけど、まあ、単純に能力が強すぎる。4マナ払ったら、こいつ2体ですからね。まあ、救済者もアタックしてよかったかな、これは。さあ、一方一方取って、まあ、ダメージこそないですが、ただ相手鏡に願いはあるんで、まあ、全除去とか、デッキに入っているのであれば、一気にまくられる可能性はありますね。ただここはバイパー。バイパーはまあ、全然効かないですね。まあ、場に出た時に、パーマネントをね、生贄に捧げるか、ライフを支払うか選べるんですけど、まあ、有利な状況だったら普通にライフをね、支払うだけでいいんで。さあ、冒険を乱して、
さらに速攻つけて、もうこれはフルパンで勝ちですね。まあでかいところに、二段攻撃つけていきましょう。二段攻撃、二段攻撃。で、相手ブロッカーが1体しかいないので、まあ、何点通るね、これ。10、14、17、20、23。まあ、一気に削り切っていくと。いや、この試合、結構いいね。ハツカネズミの強さが出てる。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。まあ、1ターン目から動いていけるということで、キープしていきましょう。一応、ロードもいるんで、まあ、悪くはないかなと。さあ、相手は、ワンマリガンでスタート。まあ、一旦ここは、タップインから処理していきましょう。うん。相手白黒。まあ、除去ありそうですが、とりあえずね、速攻クリスタで殴っていきましょう。まあ、白黒は結構マジレスデッキな可能性がありますね。ローテーションの影響をね、ほとんど受けてない秋タイプなんで。お、月の周回。これはコウモリデッキですね。ライフを失ったり、得たりすることによって、まあ、トークンが出てきたりっていうデッキですね。まあ、一旦話の剣豪を、まあ、申請コストで出していきますかね。クリーチャーが能力の対象になることによって、全体強化をしていくカードなんですけど、まあ、顔面ムラがあるので、まあ、かなり速いスピードで、全体強化をしていくことができるというカードですね。で、次のターンは冒険予備からの、画面村まで行けるということで、まあ割といい、流れではあるかなと。さあ、相手倍回者。まあ、ライフルーズで、飛行警戒がつくクリーチャーですね。先駆けも引きましたが、これどれから行くか、かなり悩ましいね。冒険予備出して、顔面村が一番流れ的には美しいかな。まあ、剣豪は1体は、相打ちは取られるんですけど、まあさすがに、フルパンしそう。1体相打ちを取られたとしても、7点は確定で通っていく場面ですね。お、ブロックしないマジで何か、大逆転カードがあるか、これ。まあ、相手おそらくその、ライフゲインカードはかなりね、多く入ってるデッキだとは思うんで。はい、執念の特目。さあ、ロードが対処されて、クロックはね、一気に下がってはいったんですが、さて、これどうするかな。いや、まあ、さすがに勝ってそうか。ミシュランド起動でもいいですし、顔面村でも、OK かな。まあ、相手がね、ちょっと、マナースクリューはしてるんですけど、こっちのね、デッキの動きの強さはわかるかなと。さあ、顔面村で、一気にクロックを上げていく。これでまあ1体ブロックされたとしても、8点は抜けていくという形ですね。まあ遅いデッキ相手にはね、結構このデッキ強いんで、ハツカネズミとトカゲはね、割とティアに入ってくる可能性はありますね。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。